こんにちは。そしてようこそ。ディランゲージイヤーコンプレヘンシブルインプット for learners へ。こんにちは。今回はですね、日本で暮らす私たちにとって、切っても切り離せない存在、地震について少し深く考えていきたいと思います。地震ですね。日本にいると、本当に日常の一部というか。そうですよね。何か特別な出来事というよりは、常にどこかで意識しているような、そんな感覚があります。わかります。地理的なこととか、歴史的な背景とかいろいろなものが積み重なって今の私たちの意識があるんでしょうね。まず、驚くのはやっぱりその頻度でしょうか。そうですね。日本で観測される地震ってものすごく多いと聞きますけど、そのほとんどは感じないものなんですよね。そうなんです。いわゆる無感地震ですね。体には感じないごくごく小さな揺れです。はい。年間に観測される数でいうと、もう本当にたくさんあるんですが、多くはマグニチュードも小さいですし、最近観測数が増えているように言われることもありますけど、それは観測の技術がすごく進歩して、なるほど。今まで捉えきれなかったような本当に微小な揺れまでちゃんと記録できるようになったという面が大きいんですね。なるほど。じゃあ実際に私たちがタイで感じる、いわゆる震度1以上の揺れっていうのは年間でどれくらいあるものなんですか？震度1以上となると、それでも年に1000回から多い時で3000回くらいはあると言われていますね。結構ありますね、それも。ただその中でも、例えば家の中のものが落ちたり、ちょっと身の危険を感じるような震度5弱以上の比較的強い揺れとなると、これは年に数回程度ですね。数回ですか？はい。ここで震度という日本の尺度が大事になってきますね。震度、マグニチュードとは違うんですよね。そうなんです。マグニチュードは地震そのもののエネルギーの大きさを示す指標ですけど、震度というのはある場所がどれくらい揺れたか、その揺れの強さを示すものなんです。ふむのむ。ですから同じ地震でも震源からの距離とか地盤の硬さとかで場所によって震度は全然違ってくるわけです。なるほどなるほど。その違いは大きいですね。で、そもそもどうして日本はこんなに地震が多いのか。その根本的な理由というと、やはりこの土地の成り立ちというか、地理的な条件なんですよね。まさにそこですね。日本列島というのは地球の表面を覆っている巨大な岩盤プレートがですね、実に4つも複雑に重なり合っているそういう場所なんです。4つですか？太平洋プレート、フィリピン海プレート、それから北米プレート、ユーラシアプレート。これらのプレートがそれぞれ違う方向に動いて押し合ったり沈み込んだりしている。すごい場所にあるんですね、日本は。そうなんです。そのプレートの動きが地震を引き起こす主な原因になっているわけです。地震にもいくつかタイプがあると聞きますが。はい。大きく分けると2つのタイプがよく知られていますね。一つはプレートの境界で起こる地震。もう一つは内陸部の浅いところで起こる地震です。プレート境界の地震というと、よく聞くのは海溝型地震ですか？そうです。海溝型地震、あるいはプレート境界地震とも言いますね。これは主に太平洋側の沖合、日本海溝とか南海トラフといった海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいる場所で発生します。はい。このタイプの地震は規模が非常に大きくなることがあって、マグニチュード8とか9とか、広範囲に強い揺れをもたらしますし、何より巨大な津波を引き起こす原因になることが多いんです。津波ですか。2011年の東日本大震災もこのタイプでしたね。これは陸地のプレート内部にある比較的浅い場所にある断層、活断層がずれることによって起こります。活断層。このタイプは海溝型ほど地震の規模、マグニチュード自体は大きくならないことが多いんですが、何せ震源が浅い。ですから、その真上にあたる地域では局所的にものすごく激しい揺れになることがあるんです。1995年の阪神・淡路大震災はこの直下型地震の例ですね。都市の真下で起こると、建物への被害などが非常に大きくなりやすい。しかもこのタイプは予測が難しいとも聞きますが。そうですね。原因となる活断層が地表からは見えない地下に隠れている場合も少なくないので、どこでいつ起こるか正確に予測するのはまだ難しい面があります。こうした
避けられない脅威に対して日本社会というのは本当に長い時間をかけて向き合ってきたわけですよね。記録も非常に古くからあるとか。ええ、そうなんです。例えば、歴史書の日本書紀には、もう西暦599年の地震の記録があるそうです。599年ですか？すごいですね。ええ。もちろん、当時は科学的な理解はなかったわけですけど、それでも何か大変なことが起こったということは記録に残そうとしたんですね。昔の人は地震をどう捉えていたんでしょうか？有名なのは、やはりナマズの言い伝えでしょうか。ナマズ。地下に巨大なナマズがいて、それが暴れると地震が起きるという。そうです、そうです。江戸時代には、そのナマズを描いたナマズ絵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 がたくさん作られたそうです。へえ。単に迷信を書くだけじゃなくて、中には地震後の世の中の混乱を風刺したり、あるいは復興を願う気持ちを込めたり、そういった社会的なメッセージを持ったものもあったようです。面白いですね。災害と社会の関わり方が見えてくるような。そうした長い経験の中から様々な知恵や備えが生まれてきました。特に建築の分野での進化は大きいですね。耐震基準とかよく聞きますね。はい。日本の建物は地震に耐えられるように法律で厳しい基準が定められています。特に1981年に導入された新耐震基準というのは大きな画期でした。1981年。この基準では震度6強から7程度、つまり非常に大きな地震が来ても建物が倒壊したり崩壊したりしないことを目指しています。なるほど。さらに最近では揺れそのものを建物に伝わりにくくする免震とか、揺れのエネルギーを吸収してしまう制震といったより進んだ技術も高層ビルなんかでは普通に使われていますね。昔ながらの例えば五重塔なんかも地震に強い構造だって聞きますよね。そうですね。伝統的な建築の中にも揺れをうまく逃がす工夫が凝られている。そういう先人の知恵も現代の技術につながっている部分があるかもしれませんね。技術といえばもう一つ、私たちの生活に浸透しているのが緊急地震速報 EAW ですね。EAW。携帯電話やテレビから独特な警報音が鳴る。はい。あれももう日常の一部という感じです。強い揺れが来るほんの数秒から数十秒前でも知らせてくれるというのはやはり大きいですよね。大きいですね。完璧ではないという限界はあります。震源に近いとどうしても警報が揺れに間に合わないこともありますし。ブラインドゾーンですか？でも少しでも時間があれば机の下に隠れるとか頭を守るとか何か行動が取れますから、あるいは電車を安全に止めるとか、そういう社会的なシステムにも役立っています。学校とか地域で行われる防災訓練もそうした備えの一つですよね。理解し訓練しますよね。ああいう経験がいざという時にパッと体が動くことにつながる。体で覚えるというのはやはり大事だと思います。阪神・淡路大震災、そして東日本大震災、近年では能登半島地震も記憶に新しいですが、そうした大きな災害を経験するたびに、私たちはその被害の大きさと向き合ってそこから学んできたわけですよね。本当に被害を目の当たりにすることはもちろん非常に辛いことですけれども、でもそこで何が起こったのか、どうすれば次は被害を減らせるのか、それを考え続けることが次の備えにつながっていく。技術の面だけでなく、地域コミュニティの助け合いとか、一人一人の防災意識とか、そういう面でも変化があるように感じます。そうですね。結局地震をなくすことはできませんから。だからこそいかに被害を最小限に食い止めるか、そのための努力を社会全体でずっと続けていく必要がある。それが日本における地震と共に生きるということの本質なのかもしれませんね。自然の大きな力と向き合いながら、それに適応し備え続けていく、その歴史と今も続く努力の姿を改めて感じますね。本当にそう思います。さて、いろいろと深く考えることができましたが、そろそろお時間となります。そうですね。最後に一つ、もしよろしければ皆さんに考えてみていただきたいことがあるんですが。はい、何でしょう。これだけ技術が進んで予測も以前よりはできるようになってきたとはいえ、やはり自然の力というのは私たちの想定を超えることがありますよね。そうですね。もし本当に予期せぬ規模の災害が起こった時、最終的に私たちを守るものは果たして最先端の技術だけなんだろうかと、それとも日頃からの隣近所とのつながりとか、いざという時の個人の判断力とか、
そういうものの方がもしかしたら大事になってくるのかもしれない。あなたはどう考えますか？それは深い問いかけですね。私たち一人一人が日頃から考えておくべきことかもしれません。ええ。本日もご一緒いただきありがとうございました。また次回のザ・ランゲージ・イヤーでお会いしましょう。ありがとうございました。